ハワイに住んでいますって言うと、ほぼ100%の確率で、いいなあ、毎日楽園ですね、と言われます。でも、今日お見せする私の一日を最後まで見ていただいたら、多分感想が変わると思いますよ。楽園じゃなくて、あ、私と同じだって。おはようございます。ハワイオアフ島からの Vlog です。ハワイ移住34年、ワイキキからダイヤモンドヘッドに続くモンサラット通りというところで小さな水着屋を営んでいる60代のカズサです。今日は朝起きてから店を閉めて寝るまで何にも飾らない私の普通の一日にお付き合いください。朝はだいたい5時頃起きます。目は勝手に覚めるので目覚ましはかけてません。年を取ると早起きになるって言うけれど、実は若い頃から割と早起きな人間だったんですよね。でも最近はもっと早く起きて仕事前の時間を最大限に有益に過ごしたいなぁと思うようになりました。朝活ってやつ。まあ今でも仕事が始まるまで5時間はあるわけだから十分っちゃ十分だけど、でも4時起き習慣を目指したいなって思ってるところ。起きてまずやるのは、ぬるま湯にチアシードとリンゴ酢、それぞれ大さじ1杯くらい混ぜたものを飲むことです。コーヒーじゃないんですよ。コーヒーはチアシードリンゴ酢ウォーターの後に飲みます。朝一番の空っぽの体にリンゴ酢がほんのりと染みていくこの感じ、今は一日のうちで好きな時間の上位に入ります。うち猫を2匹飼ってるんですけど、彼らがラナイ、つまりベランダに出たがるので、起きたらすぐに表の玄関も裏のドアも開けます。初夏を迎えたこの時期、早いうちから明るくなるんですけど、早朝のこの時間はまだ鳥たちだけが起きているようで、ジャングル並みの鳴き声が聞こえます。平和です。よくハワイの空気は花の匂いがするねって言われますけど、特に朝の空気はその甘さが増して、私は早朝のこの時間が大好き。プルメリアなのか、誰かの家の庭の花なのか、34年経ってもハワイに来てよかったなと思う瞬間は、このハワイの香りだったりします。そして次にコーヒー。実は私、コーヒーはデカフェ派です。母譲りで血圧を気にしてるんですよね。カフェインがね、血圧を上げる原因に加担しているってことなので気をつけてます。まあ実際、以前血圧が高めって医者で言われた時に騙されたと思ってカフェインを抜いてみてくださいって言われたんですよ。そしてやってみたら、あら不思議、血圧がスッと下がりました。最近は豆乳を多めに入れてカフェオレにして飲んでます。この豆乳、2年くらい前に発見したお気に入りの豆乳。なんと原材料はたったの2つ。水と大豆だけ。以前買っていたのはまあいろんなものが入ってて、今思うと豆乳という名前のなんか別の飲み物なんじゃないかなって怖くなります。6時半くらいに出かける主人にお弁当を作って、私は7時過ぎからウォーキングへ。長さは45分ぐらいから1時間くらいかな。でもずっとガシガシ歩いてるわけではなくて、この Vlog 動画に使う映像の撮影も兼ねて、途中途中で休みながらのウォーキングです。それでもウォーキングをしない日と比べると、
外に出て海に向かって歩くだけでもちろん健康にもいいんだけれど、何より精神的にリセットができる。こんな環境で暮らせることに感謝しかありません。60代の体と心は前借りができないなって思います。その日サボった分がその日のうちに請求されます。若い頃は明日頑張ればいいやが通用したのに、今は今日の分は今日払うがお約束。ウォーキングから戻ってから朝ごはんです。実はね、最近無水カレーにハマってて、朝からカレーを食べてます。ご飯と食べる日もあればカレーだけを食べる日も。カレーには玉ねぎの他に野菜をあと3種類くらいと、鶏ひき肉と脂肪を 98% 取り除いた牛ひき肉を入れてます。でもチキンだけの時もあるかな。そしてたまにターキーの時もあります。七面鳥ね。油は使いません。出来合いのカレールーも使わないで、数種類のスパイスだけでできた、いわゆるカレー粉ってやつで作ってます。でね、カレー生活を始めて1ヶ月くらい経つんですけど、驚いたことが。実は夜も眠れないほどひどかった腰痛と肩こりがめちゃくちゃ緩和したんですよ。他にライフスタイルは変えてないので、もしかしたらカレーって思っていろいろリサーチしたら、カレースパイスの原料は数種類のハーブなんですけど、それは素晴らしい効能があって、間違いなくそれらの恩恵なんだと思いました。カレー生活は不思議と飽きないので、これからもずっと続けるつもりです。あとこのカレー、家計に優しいというのも嬉しい。ハワイの物価の高さよ。タンパク質を補うためにカレーと一緒によく卵も食べるんだけど、この卵、今ハワイでいくらすると思う？比較的安いと言われているコストコでも24個入って$9ぐらいします。日本円にすると1400円から1500円ぐらいですね。一応オーガニックの卵だけど、コストコでこの値段。ファーマーズマーケットなんかで買うとたった12個で$12ぐらいします。ハワイ物価の話はまた別の動画でじっくりやろうと思ってます。あなた多分びっくりすると思います。朝ごはんの後にシャワー。化粧は基本しません。屋内の撮影の時にたまにしたりするけどね。若い頃から化粧には興味がなくて、日本でもサーフィンやスキーでいっつも日焼けしてすっぴんだったんで、友人たちには野生の女って言われてました。でも年齢を重ねていくと、鏡を見るとやっぱりちょっとショック受けることがたまにあるんですよね。あなたもありますよね。なので一時ちょっとおめかしをトライした時期がありました。でも還暦すぎてもうね、若く見せるためのいろいろはもうやめました。このやめた話というのもいつか皆さんにちゃんとお話ししたいことの一つです。そして9時半頃かな、家を出ます。通勤は徒歩です。お店も自宅もダイヤモンドヘッドのふもとにあります。どこからでもダイヤモンドヘッドの一部が見えるんですよ。特に店の前では山肌に手が届きそうなほどです。ダイヤモンドヘッドのふもとで生きる今、私にとってダイヤモンドヘッドは守り神。朝の光の中のダイヤモンドヘッドは本当に綺麗です。ここで一つ驚きの事実を。実はお店から見上げる山肌にはハートがいて、太陽の角度によってその形がくっきりと浮かび上がる時があるんです。
今度ハワイに来たらご自分の目で確かめてみてください。心が洗われますよ。ただね、正直に言うと、綺麗な景色を見て穏やかな気持ちになるのは一瞬です。頭の中で考えていることは、今日の売り上げのことだったり、来月の家賃のことだったり、もっと言うと、そう遠くないリタイア後の生活の不安。この話もまたいつかすることにしましょう。お店に到着しました。ここが私の店です。モンサラット通りというワイキキとダイヤモンドヘッドの間にある通りです。おしゃれなカフェやプレートランチ屋さんが立ち並ぶ、それでいて住宅街ならではの静けさも持ち合わせたローカルにも観光客にも人気のエリアです。開店前にやること。まず店のウィンドウを拭きます。お店の顔でもある入り口は全面ガラス張りになっているので、ウィンドウに指の跡とかついてると気になって仕方ありません。それから店内のディスプレイを直してデスクをきれいにして、小さな店なのであっという間に終わります。まあやることといったらそれくらいですね。地味でしょ？でもね、商売って9割はこういう地味なことの積み重ねなんですよね。派手な成功の話より、毎日同じ時間に店を開けることの方がよっぽど難しいんじゃないかなと、ここまでやってきて思います。実は私が毎朝どんなに苦しくても、この同じ時間に店を開け続けられるのには、どうしても譲れないわけがあるんです。これがあるから私は今日も踏ん張れる。その訳についてはまた別の動画でちゃんとお話ししますね。さあ開店です。午前中は観光のお客様がぽつりぽつりといらっしゃいます。昨日はアメリカ本土からのお客様がいらっしゃって、まあ60代ぐらいの女性の方でしたね。店に入ってくるなり、私の年で着れる水着なんてあるのかしらって言うんですよ。私ね、この言葉を何千回聞いたか分かりません。日本の方もアメリカの方もヨーロッパの方もみんな同じこと言うんですよ。国も言葉も違うのに、女性が自分の体に向ける目線って不思議なくらい世界共通なんです。超厳しい。私はいつもこうお答えしています。水着に着ていい年齢なんて書いてないですよって。昨日のお客様は最初は胸やお腹を隠すデザインばっかり手に取ってました。でもお話を聞いていくと、本当はずっと明るい色を着てみたかったんですって。お孫さんとビーチに行く約束をしていて、写真に残るからまあ無難な黒にしようかなって思っていたそうです。でも本当はねって打ち明けてくれました。それで何着か試着していただいて、結局明るいブルーのワンピースタイプを選ばれました。鏡の前でちょっと照れたように笑って、孫が驚くわねって。ああいう瞬間のためにこの店をやっているのかも。水着って布の面積は小さいのに、その人の心の中のものをずいぶん大きく映す鏡だなと思う。お昼頃には日本から新婚旅行のカップルがいらっしゃいました。お嫁さんがお母様へのお土産に水着を探しに来てくださったんです。母は60代なんですけど、いつかハワイに連れてきてあげたくて、その時のためにって。まだ旅行の予定もないのに先に水着だけ買って帰るんですって。素敵でしょ？水着をプレゼントしたら母も本気で計画すると思うんですって言ってました。お母様の体型を一生懸命説明してくださるんですけど、身長は私と同じくらいで、最近少しふっくらしてきたって言ってて、なんて
指を折りながら思い出して話す姿がもう愛しくて。水着ってこういう買われ方もするんです。これから先の楽しみの予約券みたいな買われ方。水着がきっかけで親子のハワイ旅行が本当に実現したら、こんなに嬉しいことはないですね。その時はぜひお母様にもお会いできたら嬉しいな。水着を売り始めて15年ぐらいになりますけど、水着を通していろんな人生ドラマを垣間見てきました。たかが水着、されど水着。ランチは店で家から持ってきたカレーを食べます。優雅なハワイのカフェランチを期待された方、すみません。これが現実です。個人店はお昼に店を閉めるわけにいかないので、お客様の気配を気にしながら大至急食べます。カレーにはまる前はおむすびが多かったけど、今はカレーなので匂いが残ることがちょっと気になりますけどね。でも日本人以外は海苔の匂いにも敏感なので変わらないか。午後はお客様の波が少し落ち着くので、たまった仕事をします。在庫の整理をしたり、メーカーさんへの注文を考えたり、お客様からの問い合わせの返事をしたり、SNS 投稿をしたり、雑務はいろいろありますね。モンサラット通りは早起き。ほとんどのカフェは早朝にオープンして、だいたい3時頃でクローズします。なのでそれ以降の時間は少し空気が変わります。観光客の波が引いて、地元の人が犬の散歩をしたり、仕事帰りに歩いていたりジョギングしていたり、サーフスポットが近いのでサーフィン帰りの若者たちも人気のタコス屋に集まったりしています。私の店も閉店です。レジを閉めて今日の売り上げを計算。いくらだったかですか？売り上げを計算するまでもなかったとだけお伝えしておきましょう。ほんと商売はいい日もあればそうじゃない日もある。最近はそうじゃない日の方が多いかな。でもコロナの時はそんな単純なレベルの話ではなかったです。だってワイキキから観光客が消えるなんてお店を開けてから初めてのことだったから。あの時期にこの店と私に何があったか、そして今でもその波動は続いているという話はいつかちゃんと覚悟を決めてお話ししますね。今日はやめときます。帰り道。夕方だけれど楽園らしく、まだまだ太陽が元気に降り注ぐ。一応ハワイにも四季があって、今の時期はこんなシャワーツリーが満開で、花びらが日本の桜みたいにひらひらと落ちてくる。とっても綺麗。最近よく思うんだけれど、楽園って場所のことじゃないのかもしれない。家賃の心配をして、卵の値段に驚いて、お客様の一言に救われて、友人たちと物価の愚痴を言い合って、そういう何でもない一日の中に、綺麗だなと立ち止まれる瞬間が一つでもあれば、そこがその人の楽園なんじゃないかなって。60代になってコロナ以降の苦しい生活の中でようやくそう思えるようになった。家に帰って晩ご飯を作ります。カレーです。冗談です。夕飯だけはカレー以外のものをね。
だって明日も朝昼カレーなんで。今夜は簡単にサーモンを焼いて、ほうれん草のおひたしとシンプルなサラダ。ドレッシングはグリークヨーグルトで作ったもの。それで十分です。ビールも飲もうっと。夜は9時には眠くなりますね。これも60代の正直な体。テレビを見始めても、ドラマなんかは最後まで起きていられた試しがない。たまに椅子から落ちるしね。先日寝ぼけて落ちて肋骨を痛めちゃいました。そんな私の何でもない一日に、今日は最後までお付き合いいただいてありがとうございました。ハワイ移住34年、63歳になった今、正直にお話しすると、私の人生は決して順風満帆ではありません。むしろこれまでの人生で一番先が見えなくて苦しいどん底の壁の中にいます。でもね、私はここで終わるつもりはもうとないんですよ。だって私の人生のスローガンは今更を今からになので、もうすぐ64歳になるんですけど、今更ではなく、ここからどうやって立ち上がって人生をもう一度再生させていくのか、その泥臭いリアルな生き様をこのチャンネルで全てお見せしていきます。今同じように何かと戦っているあなた、年齢や環境のせいで諦めそうになっているあなたに、あの人があんなに踏ん張ってるんだから私もまだやれる、今からでも遅くないんだって一歩を踏み出す勇気や希望を感じてもらえたら、こんなに嬉しいことはありません。次回は私がこのどん底の中で心と体をもう一度立て直すためにきっぱりやめた5つのことをお話しします。ぜひチャンネル登録して待っていてくださいね。一緒に歩んでいきましょう。今更を今からに。ではまた。アローハ。